はい、皆さんこんにちは。前回この VZ シャーシギア類とベアリング類をグレードアップパーツに交換したらスピードがね、落ちました。そこからカーボン強化クラウンギアからピンククラウンギアに戻したら速度の方は少し1キロ弱ぐらい戻ったんですが、まだね、キット付属の時の状態よりスピードの方がアベレージもトップスピードも 0.2 キロぐらい落ちていたので、今回はこのベアリング類、これが原因なんじゃないのかというところで脱脂をしてオイルアップをしてどうスピードが変わるのか見ていきたいと思います。まずは現状のスピードを測っていきたいと思います。前回の時測っているんですが、環境、コンディション変わっているので、もう一度測って脱脂をしてどれぐらい変わるのか見ていきたいと思います。ということで、電池の電圧をまた 3V に調整していこうと思います。はい、電池の電圧が 3V になりました。はい、こんな感じですね。アベレージが 21.49、トップスピードが 21.94。はい、ここからベアリングを脱脂してオイルアップして、スピードがどれぐらい変わるのか見ていくんですが、まずはね、ベアリング、ちょっとね、出していきたいと思います。はい、ベアリングが取り出し終わりました。HG 丸穴ボールベアリングが軸受けの方に使っていて、620ベアリングがカウンターギアの方に入れています。これをこういったパーツクリーナーで洗浄することによって中に入っているグリスを取ってきます。そして新たにベアリングオイルを刺していこうと思います。なんでこういうことをやるのかというと、中にあるグリスが抵抗になってしまう。粘度がね、硬いグリスが入っていて、こういった粘度が低いベアリングオイルに変えることによって抵抗を少なくしていくといった作業になります。やり方の方はこんな感じのね、小瓶にパーツクリーナーを入れて、ベアリングを入れて、シャカシャカ振って、本当だったらね、その状態で1日ぐらいね、僕は放置するんですが、今回はパーツクリーナーを入れて、シャカシャカして、1回新しいパーツクリーナーに交換して、またシャカシャカして、これをね、3回ぐらい繰り返して、ベアリングオイルを入れて、搭載していきたいと思います。それと、この620ベアリング、この黒いシールドみたいなのがあるんですが、これはね、外していきます。これ外すとね、抵抗がね、よりなくなるんですよね。ただ、オイルもね、抜けやすくなるので、その辺のメンテナンスは増えてくると思います。外すと、こんな感じ。こんな感じですね。ちょっとね、見えにくいと思うんですが、中にグリスがたっぷり入っています。こんな感じでパーツクリーナーを入れてベアリングを入れました。で、あとはこうやってね、振ると結構このパーツクリーナーが白く濁っているのがわかると思うんですが、これがね、溶け出したグリスですね。この白く濁るのがなくなるのがね、だいたいね、3回ぐらいかなと思います。ということで作業を進めていきたいと思います。まずはね、1回目。パーツクリーナーを新しくしました。これがね、2回目ですね。はい、こんな感じ。だいぶ透明になりましたよね。まだね、目視だと少し濁っているので、最後3回目をやってきれいにしていきたいと思います。はい、3回目ですね。パーツクリーナーを新しいものを入れました。はい、こんな感じで、ほぼほぼね、色が変わらなくなったので、とりあえずね、今回はこれでやっていきたいと思います。はい、ベアリングの脱脂が終わりました。これにオイルを入れて、マシンの方に取り付けていきたいと思います。まずはね、カウンターギア。この辺からですね、入れて、ベアリングオイルを1滴入れます。で、あとは取り付けるだけですね。こんな感じです。残りの軸受けも同じようにやっていきます。それでこのベアリングオイル、なかなかね、手に入りにくいんですよね。ミニ四駆用として売られているもの。これから12月にタミヤのベアリングオイルっていうのが発売されますし、ミニ四駆のね、専門店とか、ミニ四駆扱っている模型店さんとか行けば、
売っているところ多いので、そういったところで入手していただければなと思います。こんな感じで軸受けの方にもオイルをさして入れて、反対側もやったらタイヤを取り付けていきます。この時にね、あんまりねシャフトの方についてしまうと、オイルがここホイールとシャフトの間に入ってしまって、ホイールがね抜けやすくなることがあるので、その辺注意が必要になってきます。あんまりねたくさん入れなくても大丈夫なので、1滴もしくはね1滴ないぐらいでもいいかなと思います。はい、ベアリングの取り付けが終わりました。これでねスピードを測っていきたいと思います。まずはね電池の電圧を 3V に調整していきます。はい、電池の電圧が 3V になりました。これでね速度が戻ってくれればいいですよね。戻ってもね素組みの状態っていうね、ちょっとねパーツ交換したのに悲しい現実なんですが、速度をね測ってどれぐらい変わったのか見ていきたいと思います。はい、こんな感じですね。アベレージが 22.31、トップスピードが 23.00 ですね。ベアリングを脱脂する前、脱脂した後で速度を測ってみたら、アベレージもトップスピードも1キロぐらい変わりました。これはね、驚きましたね。こんなに変わるとは思わなかったです。キット付属のノーマルのギア類、ポム製の軸受けとか、こういったものからグレードアップパーツのギア類なんかに変えただけだと速度は落ちてしまったんですが、ベアリングをしっかり脱脂してオイルアップしたらそれ以上に速くなった。ということはね、このベアリングがよく回るっていうのはマシンを速くする上ですごく重要なんだなと再認識しました。この VZ シャーシ現状の状態がなんとなくねスピードが一番出ているので、この状態で今後しばらくは BMAX レギュにのっとってカスタムの方を進めていきたいと思います。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。ミニ四駆でスピードを1キロ上げるのって本当大変なんですよ。そんなに上がるのって思われるビギナーさん、初心者の方いらっしゃると思うんですよ。僕もね、そう思います。今回の検証はベアリングを脱脂してオイルアップしてスピードがどう変わるのか、結果1キロ速くなったという動画なんですけれども、ただね、これ以外にもマシン速くする要因っていうのがありまして、その辺もちょっとね入ってきてプラスね 0.3 キロとかね 0.4 キロとかねスピードをね上げたっていう可能性もあるので、一応そちらもご紹介というかご説明させていただきたいと思います。マシンを動かしているだけでもミニ四駆って速くなるんですよ。その一つがベアリングも実際回転することによって馴染んできて、より抵抗が少なくなって周りが良くなってマシンが速くなります。そしてシャーシギア類を取り付けて電池を入れて実際ねこうやって動かしていると駆動が動いてシャーシが馴染んでくるんですよね。そうなってくると抵抗が少なくなってスピードが上がる。そしてもう一つモーター、アケポンのライトダッシュモーターを使っているんですが、モーターもモーター鳴らしとかそういったのあるじゃないですか。実際に動かしてモーター内部にあるブラシと呼ばれる部分を削るとモーターのスペックが上がります。それでマシンが速くなる。こういったね要素はもうねマシンを動かした時点であり得ることなので、この辺もね含まれてるかもしれない。検証し始めの速度と終わりの方の速度っていうのは多少ね上がっている可能性はあるので、今回の動画もこういった要素があるので参考にという感じになってしまって分かりづらくて、申し訳ないんですが、実際にベアリングを脱脂すると速くなりますので、ぜひねやっていただけたらなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。